はい、こんにちは。今日は、いつもと違う風景ですけども。今日はお棚田んぼということで、はい。盆栽世界のイラストで有名な郡京介さんのお宅のお庭を拝見しています。はい。長いですよ。皆さん、盆栽世界をお読みになっている方はよくご存知かもしれないですけど、今奥様からお話を聞いたところ、盆栽世界の前の受席者の時からイラストを描いていらっしゃるということで、50年ぐらいこのイラストの仕事をやってらっしゃる。はい、で趣味で盆栽をこんなに集めちゃった。すごい量ですね。ほとんど種とかそういう状態からもう4、50年ですね。すごい。すごいですよ。圧倒される量ですね。そうですよ。ほら、こんなケヤキもありますよね。ほら。はい、立派な。でね、これで40年ぐらいですか。でね、面白い木がね、ある。これ珍しい。メタセコイア。私、発音がうまくいかない。いや、外国の木ってことですか。いや、そこら辺の公園とかに植わってる。これ種からやったんですかね。種からです。私ね、これの種をね、何回か拾ったんだけど、発芽しないの。そうですか。だから、と思ってびっくりした、これ見たとき。なかなかね、出なかったんですよ。そうそう。珍しいので言うと、これあれだね、例の、なんだっけ、龍涎ケヤキね。これあんま持ってる人いないんですよ。それからね、さっきの、あれ、トチノキ。トチノキはすごい。よいしょ、ほら。古いですよ。これ、こんなになってんの。トチの実っていうのがあって、大きいんですよ。種から出すんですよ。いい曲がね、入ってますね。すごいよね。イラストそのもの。そのものですよ。この感じが。結構、あれが多いですよね。実物、花物。どっちかっていうとね、なかなか古いですね。すごいですね、でもこの規模。すごい。これがサイフリボク。サイフリボクという木です。サイフリボク。白い花で、実がつくんですよ。で、これはね、こう、盆栽になってるというよりも、山荘屋さんが、シュッシュッって伸ばして、花いっぱいつけて売るものなんで、こういう形のサイフリボクは初めて見ました。山荘屋さんが売ってるの。盆栽ですもんね、これだ。どう見ても。そう。これは珍しくて。この葉っぱはね、珍しい。花図王だ。花図王。花図王。検索するしか出てこないよね。これも大体山荘屋さんが売ってる。こんな形にはなってないから。ほら。種がついてる。ね。種ですね。これが種よ。これが種。そう。枝豆みたいなね。美味しそうじゃないですか。いや、美味しそう。夏でしょ。それからね、うちでもちっちゃいのが1個あるんだけど、斑点の木が。これが、ユリの木ですよね。ユリの木なんだけど、私ら斑点の木って呼んでんの。なんでかっていうと、こうやると斑点の形してる。わかりますか？逆さまになってるけど、斑点なんですよ、これが。で、私らね、俗名っていうか、で呼ぶと、斑点の木って呼んでるんですよ。ユリの木だと、ユリと間違える人がいるんで、斑点の木って呼んでます。こんな変わったものと、あとは古いからいろんなのがあるけれど。なんだっけ、ほら。犬ビワ。そう、犬ビワ。犬ビワも結構太いですね。犬ビワあんまりやってる人いないからね。うちはちっちゃいのいっぱいやってますけど、これだってあれでしょ？アメリコでしょ？アメリカとも一般的に言われてるけど、青玉っていうやつ。青玉。そう、青玉とも言う。うちらトネリコって言うんだけど、これすごいよ。山鳥ですかね？種ですかね？種じゃないね、これはね。ね、こんな太いんだよね。差ができてますもんね。来たやつかもしれない。鳥木かな？トネリコって山行くといっぱい生えてますよ。花咲いてね、実がなるんだけど、
珍しい。これ、この太さでこれは珍しいかもしれない。犬ビワ？犬ビワっていう伊豆半島のね海岸線にいっぱい生えてます。へえ。それをができてますね。花がね咲かないのよ。いきなり実になる。うこれは。ーん。だからイチジクと同じですよね。食べれるのかな。イチジクだと思います。犬ビワって言いますけど、食べたことないんだけど、これ熟してイチジクと同じになります。割れてみたいな。うん、そう同じ。ただね食べたことないやつ。ひょうたん木のひょうたんがもう終わりだから。ひょうたん。あ、ここはひょうたんの形になってる。こっちがねもう縮んでるけど、こっちがもっと丸だと真っ赤なひょうたんみたいになるんですよ。これ1個しかなってないね。これひょうたん木の木ですね。へえ。古いですねいい古い足元。すごいよね。ね。本当にすごい。これはあれですよ。話で。話でですね。うんついてないね。こっちはイワシで。悲しでとイワシで。悲しでとイワシわかりで。ますすか。はい葉っぱが。うん、葉っぱが違う。イワシでは朝鮮ソロなんで、日本の山には生えてません。カナシではいっぱい生えてる。カナシでも種からやったんでしょうね。いっぱいあるから。これこんなよ。こんなでこんなね。なるよね。なる。もみじも。これは山。この辺も種からやったのかな。ね、山もみじですよね。山もみじ。よいしょ。何年ぐらい経ってるかな。この肌だと20年ぐらいですか。そんな感じかな。すごい。ね、まだいっぱいありますからね。あ、大河。いっぱいありますからね。藤が多いですね。藤は咲いた。あ、もうみんな咲いてるんだよね。すごい。でも、あれですよ、今が季節じゃないから。今ね、時期ね、違いますからね。あ、これすごい。この魚流は、ちょっと掃除してあげれば、魚流ですね。古い知らない。ここに曲げるんだよね、これ。そうそう、また高くなる。あ、こっちに曲がってるの。こっちのほら、手入れして。ほら、こういうふうに。なんかね、魚流です。時代劇に出てきそうな。そうですね。ね時代劇にね。この枝があれしちゃったね。でも枝は変わるからね、魚流は。結構こっち新しいですもんね、枝は。そうなんですよ。そう、魚流は。針金かけるしかない。なるほどね。まあまあ桜も結構桜。あ、桜ここだ。ソメイヨシノが結構あるね。あ、そうなんですか。ソメイヨシノ結構花咲いてます。これなんか。これもソメイヨシノでしょ。それ違うね。ちょっと葉っぱ違う。違うね。変えないか。乾くじゃないですか、桜ってすごく。もう2回ぐらい多めにやったりしないと、花の時期とかあると。あ、これソメイヨシノか。かわいいね。音も結構ソメイヨシノ。違うのが。ソメイヨシノはどうやって？挿し木？映画の程度もらってきて。やっぱり挿し木だ。そうね。ソメイヨシノ。刺してるの結構経ってますけどね。花芽が今もうついてます。結構花が咲いたよね。うちも今年刺してみたんで、あと半分ぐらいついたみたいだよ。結構つくですよね。そうなんだ。ソメイヨシノダメだとか言うけど。そう言われてるけど、実際にはつくんだと思って。そう。咲いた時の。花が咲いた時の。もうちゃんとソメイヨシノが。ね。このどんぐりがちゃんとなってるね。実が？すごいですよ。ここのやつが。こんな細くてもほら。いいですね。細さが。ね、細くてもなって。これ？そう、どんぐりです。うちも今なってるけど、こんなにさっぱりとしてる。すごいね。これの方がだいぶ迫力。すごいこれ曲げたんですか？値上がりか。値上がりって曲げてるよね。値上がりですね。
これ面白いですね。あれがね、かけた後はうまいもんね。巻いた生地がある。根がそんな太るんだ。おならはすごいですよね、ここは。ねえ。巻いて3年でこのくらいになるかはあはら。すごい。あ。網伏せした動画が上がってますので、ご覧ください、皆さん。ガジュマルもあるんですか？ガジュマルが出てきました。あ、本当だ、太い。ガジュマルって太くなるんだよ。ただ寒さがね、絶対うち中入れないとか出ちゃいます。ああ、すみません。ガジュマル面白いです。はい、塩分チャージで、はい、暑いんでね。ガジュマル。で、うちも、ガジュマルなら室内でもいけるのかな。あ、室内です。ねえ。うち親木からしちゃってさ。花芽姫こぶし。だと思うんだ、すごい木だよ。あ、すごい。げんこつじゃないですか、もね、こんなになってる。う。へえ。姫こぶしもね、あんまり盆栽ではない、作ってる人いないですよ。うちもやってるけど、ここまで行く前に売っちゃうから、花つくと、もっと細いまんま。これ3種？あ、そうだね。3種も珍しいですよね、今ね。昔は結構継ぎ木で出てたけど、3種の木。三種って？黄色い花ですね。いつ咲くっけ？国風の時か。冬ですよ、咲くの。葉っぱがない時代の時に、花だけ。早く咲くんだ。花火みたいにさ。へえ。黄色い花早く咲くのも黄色い花が多いね。そうですね。はい、変わった木をいっぱい見せていただきました。はい。で、何本か購入したいと思います。はい OK 出ました。はい。まあ、うちの方に来るようなことがあったら、見に来てください。あうちは豆だから、この大きさのはあんまりやってないんですが、あ。さすがに、太いから見応えあります。そうですね。はい。で、結構ちゃんと年数も経ってるものが多いかなと。そう。うん。そうそうそう。問題はこの暑さと置き場です。そうですね。はい。水やり大変ですね。そう。あ、そうでもないですか？これ結構、遮光率高いよね。寒冷車。それが50%なの。ねいろいろが60%だったり90%そうよ。だったり。うちのが30なんで、これだとあんまり乾かないかもしれない。ここの量あっても、今これなんだっけ、乾水機で結構楽です。手はそんなかからないみたいな感じですか？いや、この日差しで乾かんでる時にはやっぱり2回半時間かな。3回ぐらいやることになる。これでやる感じですか？でも全然違います。あるとないとじゃあ。葉っぱがさ、茂ってるから、うん乾水機であんまり当たらないから結構乾くのが早いですよね。なるほどね。表面がほら濡れるけど、うん下まで行く。乾水に耐えちゃったらどんどん帰っていくよね。ずそうーっと直っちゃうとね。そうですよ。なるほど。そうね、ね。手でね、やんないとね。裏表でこっち側だけかかんないからね、自動乾水だと。なるほどねう。ちも必ず自動乾水やった後は手やりしてます。手やりだけで、でも自動乾水プラス手やりなのに手やりだけで一人でやると1時間半ぐらい。だああ。からもし自動乾水がなければもっとかかる。そうですよね2時間半とかかはいかるでしょ。併用しないと絶対あーそうですよ。ということでそうす。いうことですよ。じゃあ以上。以上で大丈夫ですか？はい、以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。服が違ってんな。はい、皆さん。ということで、軍京介さんの荷物がうちに大量にやってまいりました。ちょっとうちにしては大きいんですけど、とりあえず古いんです。はい古いんです。どこを見せようか。なんか量が多すぎるから一部を引き取ってほしいみたいな感じだそうったんでよね。ですすね。まだいっぱいありますもんね。お年なんで奥さんが水やるのが大変だっていうことで、少し減らすっていうことですけどね。はいこれなんかね、ほら、こんなになってる。おー立派。ほら、これトネリコですけどね、山鳥でしょうかね。これ古いですよ。こういうのとか、あと何が古いだって、これなんか、まあ形はともかくとして古いですよ。イワシで。イワシで。財布利木。これ財布利木ですね。ここが古い。古いったって古いったってね。もみじなんかもあります。これ一回うちで買っちゃったんですけどね。こんなのとかね。あとは、これ珍しいんだ。これはあれです。
あれです。カエデ。カラコギカエデ。カラコギカエデ。カラコギカエデね。紅葉綺麗なんですよ。ちょっとね、手直しした方がいい。上をね。ただ元がすごく古いからね、この枝取っちゃってもいいかなみたいな。微妙にカエデの葉っぱみたいになってるんですね。微妙ですね。形がね、違うんだけど、カラコギカエデはすごい紅葉が綺麗。ね、これはちょっと苔を取んないといけないけど、ピラカンサスですね。立派だ。福井木。4巻、5巻。ね、これ良くなってるよ。これは話で古いと良くなります。などなど。ここだけじゃないですよね。まだあっちにいっぱいあるみたいです。いっぱいあるんです。いっぱい。で、9月の19日から3日間行われます秋の大収穫祭で、外に棚を作ってこの郡産の木を一堂に販売したいと思います。なるほど。結構お安く出せると思いますので、植え替えてほとんど土鉢なんですよね、今だから植え替えて小ぶりの鉢にやってちょっと枝をきれいにすればすごく古い木なんで面白いのがいっぱいできると思うんですよ。そうなんですよ。これなんかすごいよ。ほら、なんだこれって感じですけど、これは錦木山根が少しついてるから狛江みたいな形いいですね。面白いでしょ。これ鉢入ってるけどね。こういうのを普通に作るのもよし、古い木でもなんか例えば取り木とか呼び継ぎしたりとか、もう使えるしね。元が面白いので上をたっさり切って吹かせ直しても面白いのができるかもしれないね。だいたい200本ぐらい200鉢ぐらいですかね、出す予定でおります。外の売店にブワーッと一度に並べてみたいと思います。でそれプラスいつもの豆盆栽と素材たち。そうです。室内ではいつもの通りうちは豆盆栽の素材と豆鉢の販売は中でやります。はい。何しろこれ中に入れられない量が多いからお聞きないんでね。絵画鉢新作は出るんですか？そう出ますね。声がちっちゃい。あれ石田さんも出るんだっけ？じゃあ石田正石さんでしょ。今回はね結構もちろん山野草の中越植物園さんが大きく出ますね。それからあと盆栽再生工房っていう田中さんっていう人が出て、あと世界の雫。サボテンの？そう。多肉とサボテンの大手の人が出て、それから沖縄からなんと盆栽屋さんがいらっしゃいまして、20日と21日しか出られないんですけども、なんか沖縄の木を持ってくるので、有名なところで言えばガジュマル。もう盆栽です。その方のおじいさんが日本盆栽協会の沖縄支部の支部長をやってらっしゃるんで、沖縄の方の展示会支部の写真を見せていただきましたけど、ハリツルマサキのこんな大きな木とか、もちろんガジュマルのこんな盆栽とか、すごい迫力あって面白かったですよ。で持っていらっしゃるということで。なるほど。じゃあこの商品も含め、変わったものも結構あると。そうですね。多肉は売りのグリーンクラブには置いてないので、興味のある方はぜひ。ということで、9月の19から21日で東京商品盆栽フェスティバルは土日だけなので、20と21日同時開催の展示会ですね。そうです。1階の中の半分が展示会になります。わかりました。ぜひ皆様、お元屋さんも来ます。お元屋さんも来ます。お元屋さん言わないとね悪いからぜひ皆様お越しくださいと。よろしくお願いします。よろしくお願いします。